はじめに、レベル666は、監視対象クラスの最優先順位に指定されています。レベル666に配属された職員は、添付されている資料と、後の動画を確認してください。レベル666の性質は変則的、かつ予測不可能な特性を伴っているため大変危険です。レベル666では、人による調査や記録は一時的に停止しています。レベルに関する情報の検証や調査には、人手を介さないドローンの使用が強く推奨します。警告。戦術の理由により、いかなる状況においてもレベル666を再訪問するべきではありません。さらに、空間の内装によって生存確率が決まると思い込まないようにしてください。重要な情報を最近発見したと主張する生存者は、厳重な監視下に置き、尋問してください。レベル666に配属されていない職員や人物との接触は一切許可しないでください。前述の指示に従えない場合は死刑となります。個人の多くが花の開くのを待ち焦がれ、花の散るのを愛惜して、繰り返し一つことを読んでいる数々の歌。少女の自分にはそれらの歌を、なんという月並みだと思いながら無感動に読み過ごしてきた彼女であるが、年を取るにつれて、昔の人の花を待ち、花を惜しむ心が、決してただの言葉の上の、不流狩り、ではないことが、我が身に染みてわかるようになった。今回は、レベル666、エイント・オール・ブラッド・レッドについて解説していくよ。あれ、だいぶ前にもやったレベルだけど、まさか、リバイバル解説か？お、察しがいいですね。まずは部屋の外観。レベル666は、京都府にある伏見稲荷大社の千本鳥居を模倣しているんだ。こんな神秘的なところがまさかの危険なレベルだからな。次に、レベル666について解説するよ。レベル666の脅威指数はクラスアンデターマインド。特殊な性質で、対策しづらく、エンティティが少し出現すると予想しているんだ。確定的でないのが気になる。次に、レベル666の特徴について説明するよ。レベル666の千本鳥居は、現実世界のものと同じ作りになっているんだけど、鳥居の回廊は、現実的でないような配置がされているんだ。例えば、完全に直線に見える箇所もあれば、門の一部と門の一部が融合するくらい鋭角的に配置されている箇所もあるんだ。ランダムにも程があるだろ。さらに、鳥居が設置されているために鳥居の内部から外側に出られないことも多く、鳥居と鳥居の間に、通れるほどの大きさの隙間を見つけたとしても、目に見えない力が鳥居全体を覆っていて、鳥居の外側に出られないんだ。強制的に鳥居の内側しか行動できないのか。また、鳥居の道は唐突に上や下にねじれたり、道に大小様々な穴ができることがあり、穴に関しては、底が見えない穴もあるため、登山用具なしで通り抜けることができないんだ。すでに初見殺し。レベル内のさらなる異常は、単なる些細な障害に過ぎず、その障害は、最初のスタート地点からさらに奥に進むと徐々に増加し、その情報から逆算して、最初のスタート地点は、空間の中心付近であると導き出したんだ。よく導き出したな。また、重力は内部の状態によって変わり、通路がねじれたような空間を垣間見ることもできるんだけど、自分が置かれている状況を把握できなくなる見当式障害を引き起こし、軽い頭痛や吐き気を引き起こす恐れがあるんだ。でも、それってレベル666においてはまだ軽い方だよな。通路の高低差は、とてつもなく激しく不安定で、もはや壁のようになっていたり、崖になっていたりと、適切な装備なしでは通り切ることができず、適切な装備だったとしても、地面が巻き菱のように尖っていたり、歩いている途中で三角形の地面に刺されることもあるため、怪我をする恐れが非常に高いんだ。歩いている最中にも地形が変形するの過酷すぎるだろ。鳥居は、一見コンクリートで作られているように見えるんだけど、現実世界にあるコンクリートよりもはるかに頑丈で、修正モースコードで10から14くらいなんだ。イメージつかんのだが、具体的には、宝石のガーネットから、戦車の装甲や防弾チョッキで使われる単価砲素並みの硬さなんだ。戦車の装甲並みの硬さを持つ鳥居ってなんだよ。また、鳥居には漢字が書かれていたり、灯籠が飾られていたりと、空間の統一性を乱すような特徴的なものはほとんどないんだけど、稀に通路に雰囲気にそぐわないオブジェクトが置かれていることがあるんだ。現実じゃ絶対にありえねえ。ちなみに、鳥居に吊るされている灯籠は、その見た目からは想像できないほどの脅威をもたらし、具体的には灯籠が急に破裂し、その爆発に巻き込まれたり、
強風で灯籠が飛ばされ、中のろうそくの火が燃え移ったりといった事例があったんだ。灯籠が殺しに来てる。このような現象が発生する原因は今現在も不明なんだけど、灯籠以外にも通路に置かれているオブジェクトが破裂した事例もあるため、むやみやたらに近づかないようにする必要があるんだ。何もかもが殺しにかかってる。通路の外側は、さっき言った通り入ることのできない空間で、鳥居の隙間から見ると、雪の積もった山脈に囲まれた広大な桜並木が見えるんだ。景色は綺麗なんだよな。また、山脈を含む風景に竹やぶが不規則に点在しているんだけど、たまに木々と竹やぶが重なっていることがあって、その周囲はしばしば急速に変色し、テレビの静止画のような視覚効果が現れるんだ。どんな感じなのかイメージつかねえ。ちなみに、レベル666の天候は通路の外側の空間から変わっていて、いつも曇り空で日が差さないんだけど、雨が降ることはないんだ。絶妙な天気。空間の奥地に行くと、寺院や神社、墓地のような建造物が頻繁に見ることができ、特に寺院は、逆さまになったり、平屋になったり、高層建築になったり、地面に沈没してたりしているんだけど、神社や墓地はこんな効果はないんだ。なんで寺院だけ？これらの光景を写真で撮ったり、動画などで撮影するなどすると、撮影したファイルが必ず破損してしまうんだけど、バックアップやリカバリーソフトを使えば復元可能な場合もあって、復元した画像ファイルを開くと、別の回廊の光景に置き換わってしまうんだ。完全に検閲効果だな。ライブ放送の場合では、この検閲効果はライブ終了からファイル破損までに、1分程度の大幅な遅延が発生するんだけど、ライブ映像をスクリーンショットしても、残念ながら同じ遅延はないんだ。なんで生配信の時だけ遅延があるんだ。レベル666での時間制約は、現実世界とほぼ変わりなく、スマホや腕時計などの時計もいつも通り使えることができるんだ。現実世界と同じ時間が流れているのか。でも、昼間と夜間はそれぞれ24時間ではなく6ヶ月間続き、太陽の動きも、東から西ではなくランダムな方向に登ったり沈んだり、それに伴い、季節も昼間は夏、夜間は冬に、春や秋は存在しないんだ。なんで穏やかな季節がないんだよ。また、昼と夜の変化はゆっくりとした移行ではなく、突発的に切り替わるため、方向感覚を失わせ、見えない危険に対するリスクを高める恐れもあるんだ。コンパスとかでなんとかならないのか？コンパスは、森から発している時期の影響によって誤作動するらしいんだよね。使えそうな時に限って使えない。ちなみに、日中の風速は平均して速く、その影響で日中は平均15から20度。夜間は5度まで下がるんだ。長袖必須の気温だな。鳥居の外側の空間は、地質学的にとても不安定かつ急速に変化し、例えば、ある構造物の両側が離れていたり、境界線上に何もない空間が存在したりするため、この広大な地域は地殻プレートに分割されているようだと理論付けられているんだ。よくわからんな。この地殻プレートによって、鳥居の外側では、マグニチュード10クラスの地震が起こるんだけど、鳥居の内側の通路では、地震の影響をあまり受けないんだ。耐震が強すぎる。レベル666では、これらの特徴の他にも目を引くような現象が2つあるんだ。まだあんのかよ。その現象の多くは、長時間の探索中によく見られ、基本的にレベル666の出口を見つけるのはかなり困難であることも相まって、ほとんどの生存者がこれらの現象に遭遇するんだ。また死に直結するタイプか？これらの現象は物理的な脅威にはならないんだけど、現象の度合いによっては、見る者に心理的な不利益をもたらすことがあるんだ。精神的に来るタイプか。まず一つ目がローテーションエフェクト。この現象は、俗に LSD トリップやアシッドトリップとも呼ばれていて、鳥居の通路が急速に回転したり歪んだりする幻覚を体験することから、その名前がついたんだ。役やってるみたいだな。俗称とは裏腹に、この現象と薬物の LSD そのものには何の関係もなく、この現象は基本的に、鳥居の内側から見ることができ、より閉所恐怖症のようなパニック症状のような感覚を引き起こし、早く逃げ出さざるを得なくなるため、この間に失われるエネルギー、特に食料源がほとんどないということで、この現象による致死率を著しく大きくしているんだ。エネルギー消費しすぎて死んでしまうのか。この現象は実際に生存者を録画したビデオから分かったんだけど、最近になって、この現象は単なる錯覚であることが確認されているんだ。なんだと？このことから、錯覚中に立ち止まることを推奨していないんだ。なんでだよ。この現象に囚われている間にも、空間内の環境の変化により、依然として生存者を含むオブジェクトが何らかの形で飛び散る可能性があって、これにより重度の頭部損傷や内出血を引き起こす恐れがあるんだ。止まってる間に突然灯籠とかができてて、それが爆発するってのもあるのか。なので、このような危険を回避するために、影響を受けたエリアの方を向かずに、ブラブラ歩いて危険から離れることを推奨しているんだ。それでなんとかなるのかよ。
そして2つ目の現象がマミファイドスキン。この現象は、鳥居の内側に動物や人間などの死体が転がっているんだけど、この死体を見た人は、ゴア耐性あるなしに関わらず、不穏な映像記憶がフラッシュバックし、生涯パニックを引き起こす可能性があって、最終的に、ほとんどの人が心的外傷後ストレス障害、PTSD を発症するんだ。こっちはショックさせる方かよ。この現象の影響を受けたほとんどの死体は、皮膚や皮膚に近い臓器は基本的に腐敗し、菌類や細菌の繁殖の兆候が見られ、元が何だったのかがわからなくなるんだ。すげえグロテスク。でも、筋肉線維や目、鼻、耳、静脈などの血管などの臓器は、腐敗菌が深部まで広がるのを拒絶しているようで、腐敗の兆候が見えず、それどころか、まるで数秒前に菌が死滅したかのように見えるんだ。死んでるのに免疫力が働いてるのか？また、稀に臓器がまだ働いていることが確認されることさえあって、すぐ上の臓器がすでに腐敗しているにもかかわらず、いつも通りに動いている臓器もあるんだ。なんでそこまで観察できるんだよ。ちなみに、その影響を受けた死体を撮影した写真などの撮影記録は、PTSD の影響を引き起こすため、禁止されていて、所持しているものは、撮影記録を直ちに焼却処分しなければならず、意図に関係なく撮影記録を配布していることが見つかった場合には、それ相応の報復を受けなければならないんだ。そんなに厳しく取り締まっているのか。次に、レベル666にいるエンティティについて説明するよ。レベル666には今のところ、エンティティが存在するという情報はないんだけど、何かしらの生物が存在するのではないかという憶測が飛び交っているんだ。エンティティがいないのになんかの生物がいるってどういうことだ？具体的な事例として、さっき説明したマミファイドスキンで出現する死体なんだけど、死体には腐った皮膚に引っかき傷や噛み跡があり、綺麗な内臓には新しめの深い傷があって、興味深いことに、残された切り傷や刺し傷は、犯人によって同様かつ正確に行われたように見え、基本的な医学知識なしには殺傷できないような重要な臓器や血管を狙っているんだ。そんな正確な殺傷の仕方してるのかよ。これらの傷跡は、ハウンズやスマイラーズでの攻撃による傷跡と同じなんだけど、さっき言った通り、この空間ではエンティティが存在しないため、これらに関する結論が曖昧になっているんだ。エンティティが存在しないのに一律かつ正確な殺傷って一体。ちなみに、事件とは関係ないんだけど、レベル666では日常的に殺人事件が多発するところでもあるんだよね。最後の最後にとんでもない情報をぶちまけたな。最後に、レベル666の入り方や、次のレベルの入り方について説明するよ。まず、レベル666の入り口を見つけること自体簡単で、レベル0を除く全レベルから、赤い鳥居をくぐることで簡単に入れるんだ。そんな簡単に入れるのかよ。具体的には、レベル5にテザビーストに食われたり、5と書かれた部屋に入ると、レベル666に、レベル210の溶岩エリアにて、火の壁を突き抜けるとレベル666に、レベル 403.17 で窓から飛び降りると、稀にレベル666に、レベル910で長時間意識を失うと、レベル666に、レベル999でカルマがマイナス80以下マイナス100以上だと、レベル666に、レベルマイナス40で第2セクションに落ちると、レベル666に行くことができ、全部で12種類の入り口があるんだ。めっちゃ入り口あるやん。一方、次のレベルの行き方は、突然の意識消失で、レベル45に、通路にある水たまりに入ると、ごく稀にレベル100に、通路の下に螺旋階段があり、そこからレベル195に、鳥居がやがて消えてパイファンになると、回廊はやがてレベル909に、行くことができるんだ。まずそこまで生き残れるかが問題だよな。ということで、今回はレベル666について解説したよ。今回のレベル666は、前回のと比べると結構変わってたけど、やっぱり人となり合わせなのは変わんないのな。だって666っていう悪魔の数字を背負っているレベルですからね。確かに、666なのに居心地のいい空間だったら違和感しかねえな。